皆さんこんにちは、ミミチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はこちら、毛糸手芸コットン柳屋さんとのコラボ動画になります。柳屋さんのカジュアルコットンを使ってきれいめカジュアルモチーフバッグを編んでいきます。こちらのコットン糸、カラーバリエーションもとっても可愛くてコットン 100% なのですが、太めで編みやすい糸になっています。今回、きれいめなデザインのお花モチーフにしたのですが、こちらのカジュアルコットンで編むことで、どんなお洋服にも合うようなきれいめカジュアルなモチーフバッグが出来上がったので、ぜひお好きな色で編んでみてください。材料はこちらです。柳屋さんのカジュアルコットン、こちら7玉使用します。かぎ針は7号針を使用します。その他、ハサミ、閉じ針、段数マーカーは必要な方はご準備ください。それでは早速編んでいきましょう。モチーフの編み方です。こちらのカジュアルコットン、中に厚紙が入っているので、少し折っていただいて、中の厚紙を出すと編みやすいです。このように厚紙がシュシュシュっと出てきてくれるので、1本糸も引っかかった状態なので、糸端も見つけやすく、このまま編めてしまうので、編み始めはこの方法をおすすめします。それでは1段目、輪の作り目で編み始めていきます。指に2回糸をかけて、針を輪の中に入れたら、一度糸を引き出して、引き抜いて、引き締めておきます。このまま鎖編み3目で立ち上がります。鎖編みは針に糸をかけてそのまま引き抜く。これで鎖編みが1目編めました。2、3。鎖編み3目で立ち上がれたら、マーカーを使う方はこの1、2、3目目、鎖編み3目目にマーカーをつけておきます。このまま輪の中に長編みを編んでいきます。長編みは針に糸をかけて、輪の中に針を入れたら引き出して、3本針に糸がかかった状態で左側2本だけを引き抜いて、さらに2本引き抜く。これが長編みです。長編みを15目編んでいきます。今1目編めました。針に糸かけて、輪の中に針を入れて引き出して、左側2本を引き抜く。さらに2本引き抜く。2、3、4、5、15。長編みが15目編めたら、編み地を編み始めの方にぎゅーっと寄せておきます。このまま輪を縮めます。糸端を少し引っ張って、2本あるうちの縮んだ方の輪っか、こちらをもう一度引っ張ります。輪が縮んだので、最後糸端をギュッと引っ張って、円ができました。針を戻して、最初の鎖3目目、ここに引き抜きます。1段目が完成です。では2段目、鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。またマーカー必要な方は3目目にマーカーをしておきます。隣の長編みの頭、ここに長編みです。針に糸をかけて、隣の長編みの頭、ここを拾って引き出して長編みを1つ。鎖編み3目と長編み1つが編めたら、鎖編みを2目編みます。1、2。隣の長編みの目、ここから長編みを2目編みます。針に糸をかけて、次の目に針入れたら、長編みをまず1つ、もう1つです。次の長編みの頭に針を入れたら、もう1つ長編み。長編みが2目編めたら、鎖2目です。1、2。この長編み2目、鎖2目というのを繰り返し編んでいきます。次の目にも長編み1つ、隣の目にも長編み2つ、長編み2目編んだら鎖編みを2目、次の目にも長編みをまず1つ、隣の目にも長編み2つ目、長編み2目編めたら鎖編みを2目。ではこの方法で1周ぐるっと編んでいきます。はい、1周ぐるっと編んできました。
最後も長編み2目編んで鎖2目したところです。ここまでできたら、1、2、3、最初の立ち上がりの鎖3目目、ここに引き抜きます。この時点で少しくるっと内側に巻いてしまっていても大丈夫です。鎖3目の立ち上がりも長編みと考えて、この長編み2目の塊が8個できています。2段目の完成です。次、3段目。3段目は2段目で鎖2目を編んだところに編み入れていきます。なので最初の編み始め、針を移動させていきます。今、鎖3目目に引き抜いていますが、隣の長編みの頭に針を入れて、引き抜き編みです。このまま引き抜く。もう一度引き抜き編みです。前の段の鎖2目のスペース。ここに針を入れて引き抜き編み。ここから3段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がりです。1、2、3。同じ鎖2目のスペースに長編みを1つ編みます。針に糸かけてスペースに針入れたら2本引き出してさらに2本引き抜く。長編みが1目編めたら鎖編みを2目です。1、2。さらに同じスペースの中に長編みを2目編んでいきます。針に糸かけて同じスペースの中に長編みを1個、同じスペース2個。では次も前の段で編んだ鎖2目のスペースに編んでいきます。まずは長編み2目です。1、2。長編み2目編めたら鎖編みを2目。同じスペースにもう一度長編み2目です。1、2。前の段の鎖2目のスペースに長編みが4つ、間に鎖編み2つというのができました。この編み方を繰り返し編んでいきます。では、隣の鎖2目のスペースに長編みを2つ、1、2、鎖2目。同じスペースに長編み2つ、1、2。それでは、この編み方でぐるっと一周編んでいきます。はい。ぐるっと一周、長編み2目、鎖2目、長編み2目と編んできました。そしたら、立ち上がりの1、2、3、鎖3目目に引き抜き編みです。3段目が完成です。では次、4段目。鎖編み1つで立ち上がって、次、細編みを編んでいきます。どこに編むかというと、最後に編んだ長編みと最初の鎖編みの立ち上がりの間のスペース。ここです。ここに針を入れて、細編みです。細編みは引き出したら2本針に糸がかかった状態で一気に引き抜きます。これが細編みです。もしまた最初の目不安な方はこの細編みの頭、ここにマーカーをしておきます。細編み1目編めたら次は前の段の鎖2目のスペース、ここに長編みを4目編んでいきます。前の段の鎖2目のスペース、長編みと長編みの間の鎖2目のスペースに長編みを1、2、3、4、4目編めました。次、鎖編みを1つ。鎖編み1つ編めたら、さらに同じスペースに長編みを4目編んでいきます。ちょっと窮屈になるので、糸があまり重ならないように、キュッと編み地を寄せて、このスペースの鎖編みの部分をしっかり見せておきます。長編み4目です。1、2、3、4。これで前の段の鎖2目のスペースに長編み4目、鎖1目、長編み4目が編み入れられました。そしたら次にこの長編みと長編みの間、ここのスペースに細編みを1目。引き出したら2本一気に引き抜く細編みです。次の鎖2目のスペースには長編みを4目です。1、2、3、4。4目編めたら鎖編みを1目。
編み地を少し移動させて、同じスペースに長編みを4目です。1、2、3、4。4目編めたら、長編みと長編みの塊の間、ここのスペース、ここに細編みです。もう一度一緒にやっていきます。次の鎖2目のスペース、ここに長編み4目。1、2、3、4。4目編めたら鎖編みを1目。同じ鎖2目のスペースに、さらに長編みを4目。1、2、3、4。4目編めたら長編みと長編みの間のスペース。ここに細編み1つ。では、この編み方でぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。かわいい花びら模様になっています。では、最初の細編みの目、ここに引き抜きます。4段目が編めました。では次、5段目、鎖編み2目で立ち上がります。1、2。で、またこの立ち上がりの目、鎖編み1、2目目が最初の目になるので、わからなくなりそうな方はマーカーをしておきます。このまま続けて鎖編みをさらに2目編みます。1、2。合計鎖編みが4目編めたら、前の段で長編み4つの間に編んだ鎖編み1目。このスペース、ここに細編みです。鎖編みのスペースに針を入れたら引き出して2本一気に引き抜く。細編み。細編みが編めたら鎖編みを2目。1、2。そしたら次は花びらと花びらの間に編んだ細編みの目です。ここに V のような目があるのですが、これです。細編みの目を拾って中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、細編みの目に針を入れたら引き出して3本針に糸がかかった状態で中長編みは一気に3本とも引き抜きます。中長編みが1目編めました。そしたら次は鎖編みを3目。1、2、3。次、長編み4目と長編み4目の間の鎖1目。ここに編み入れていきます。まずは長編み。針に糸をかけて引き出したら、左側2本を引き抜いて、さらに2本引き抜く。長編み1つ。次、鎖3目。1、2、3。同じ鎖1目のスペースに、もう一度長編みを1つ編んでいきます。長編み1つ。この長編み1つ、鎖3目、長編み1つというのが四角いモチーフの角になります。このまま鎖編みを3目。1、2、3目。3目編めたら次、花びらと花びらの間の細編みの頭。ここを拾います。ここに中長編みです。針に糸かけて、細編みの目を拾ったら引き出して、3本一気に引き抜きます。中長編み。次、鎖2目。1、2。また、花びらの長編み4目と4目の間の鎖1目。ここに細編みを1つ。鎖編みを2目。1、2。2目編めたら、また中長編みです。花びらと花びらの間の V の字。ここの細編みの目を拾って、中長編み。3本一気に引き抜きます。中長編みが編めたら、ここからスタートして一つ角を作ってまた平らに編んでいったので、次はここで角を作っていきます。その前に鎖編み3目ですね。1、2、3目。編んだら、角。長編みをまず1つ。鎖編み3目。同じ鎖1目のスペースに長編みを1つ。これでまた先ほどと同じように角ができました。では、この後鎖編み3目です。1、2、3目。
編めたら、花びらと花びらの間の細編みの目、V の字が見えている上。ここに中長編み。3本一気に引き抜きます。中長編み編んだら鎖2目。1、2。長編み4目と4目の間の鎖1目に細編みを1つ。鎖編み2目。1、2。花びらと花びらの間の細編み、V が見えているこの上の目。細編みに中長編みです。中長編みが編めたら鎖編み3目。1、2、3。また今平らに編んできたので次のここで角の編み方で編んでいきます。長編み4目と4目の間の鎖1目のスペース。ここにまずは長編みを1つ。鎖編みを3目。1、2、3目。同じ鎖1目のスペースにもう一度長編みを1つ。これで角が1、2、3。3つできました。では、また鎖編み3目。1、2、3目。したら、花びらと花びらの間の細編み。この頭に中長編みです。中長編み編めたら鎖編みを2目。長編み4目と4目の間の鎖1目。ここのスペースに細編みを1つ。細編み編めたら鎖編みを2目。花びらと花びらの間の細編みの目。ここに中長編みを1つ。中長編みが編めたら鎖編みを3目。1、2、3目。また鎖3目編めたら次の花びらでこことこことここと同じように角を編んでいきます。長編み4目と4目の間の鎖1目のスペースにまずは長編みを1つ。鎖編み3目。1、2、3。今編み入れた同じ鎖1目のスペースにもう一度長編みを1つ。角が編めました。そしたら鎖編み1、2、3。鎖編み3目編んで最初の鎖2目の立ち上がりに戻ってきました。マーカーをしておいた立ち上がりの鎖編み2目目に引き抜き編みです。5段目完成です。では次最後6段目です。6段目は前の段で編んだ鎖編み。この鎖編みでできたスペースの中に編み入れていきます。ではまず今鎖2目目に引き抜いているので最初の鎖2目のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動していきます。ここから鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。次、同じ鎖2目のこのスペース。ここに長編みを2目です。1、2。次、細編みを編んだ隣にまた鎖2目をしてあるのですが、このスペース。ここに長編みを3つ編み入れていきます。1、2、3。そしたら次は中長編みを編んで、その後鎖編みを3目編んでいます。ここには長編みを4目編んでいきます。中長編みの隣のスペースです。1、2、3、4。4目編めたら角に来ました。長編みと鎖3目と長編みを1つのスペースに編み入れたところです。長編み3目と鎖3目と長編み3目を鎖3目のスペースに編み入れていきます。角はこの編み方になります。長編みをまず3つ。1、2、3。3目編めたら鎖編み3目。1、2、3。同じ鎖3目のスペースの中にさらに長編みを3つ。1、2、3。角ができました。今このように編んできて1つ目の角ができました。
では、次。こちらの辺を編んでいきます。すべての辺同じ編み方なのですが、角の隣、ここは長編みを4目。次の中長編みの隣のスペース、ここには長編みを3目編むという方法で全て編んでいきます。では、まずは角の隣の鎖3目のスペースに長編みを4つです。1、2、3、4目。編めたら次、中長編みの隣のスペース、鎖2目で開けたスペースです。ここには長編み3目。1、2、3目。さらに、細編みの隣、次の中長編みの前のスペースです。ここにも長編みを3目。1、2、3。次は角の手前のスペースになるので、長編み4です。1、2、3。4目。4、3、3、4と長編みが編めました。そしたら次、ここ、角になります。角の編み方は、長編みを3目。1、2、3目と鎖編み3目。1、2、3。同じスペースに長編みを3目です。1、2、3。では、こちらの辺とこちらの辺も同じように4、3、3、4。角の編み方。4、3、3、4。角の編み方と、ここまでひとまず編んでいきます。はい。こちらと同じように4、3、3、4角、4、3、3、4角と編んできました。そしたらまた、こちらは角の隣なので4です。長編みを4目編みます。1、2、3、4。長編み4目編めたら、このまま糸処理したいので、チェーンつなぎできるだけの糸を残してカットです。とじ針に通して、隣に立ち上がりの1、2、3、鎖3目がありますが、その隣に編んだ最初の長編みの頭、ここに針を刺します。そしたら、最後に編んだ長編みの頭と向こう1本と下に見えている横棒の1本を拾ってチェーンつなぎです。で、引っ張りすぎないように他の目と同じ大きさになるような形でキュッと引っ張っていきます。これでチェーンつなぎができました。このまま裏返して裏側の編み地だけ拾って糸処理です。糸処理ができたら糸カットして大丈夫です。編み始めの糸も輪の作り目で編んでいるので、このままカットして大丈夫です。約13センチのモチーフが完成しました。この編み方でモチーフを13枚編んでいきます。モチーフは編めたらスチームアイロンをしておくと仕上がりが綺麗になります。はい、モチーフにスチームアイロンをかけてこのように並べました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13枚。モチーフをこのように並べたら、とじ針で全て重なっているところを縫っていきます。ここ、ここ、ここ、ここ。そして反対側もここ、ここ、ここ、ここ。モチーフの場所を間違えたりしないか不安だわという方は、このモチーフの鎖3目のスペース、こちらにマーカーをしておいて、すべてつなげておくと間違えずに済むかなと思います。とじ針に糸を用意する時なのですが、
ここからここ縫いたいなと思う時は、この辺の1、2、3倍の糸を用意すると確実に足ります。例えばこちらのモチーフ2枚つながっているところでしたら、2枚分このように置いていただいて、1回、2回、3回、3倍の糸を用意していただくと、むしろ少し余ってしまうかなとは思うのですが、確実に足ります。ではどのように閉じるかというのをちょっとここの辺を使ってご説明します。今表を上に向けて置いていますが、ここをつなげるときは中表にしていただいて、このように裏側が外に来るようなところで縫い付けていきます。この縫い付けたい部分の3倍の糸をとじ針に通したら、すべてのモチーフ鎖3目編んだ真ん中の鎖編みから鎖3目編んである真ん中の鎖編みまでつなげていきます。手前のモチーフでは手前1本の目を拾っていきます。鎖編み1、2、3目あるうちの真ん中の鎖編み、この鎖編みの手前1本を拾います。反対側のモチーフは鎖編み1、2、3目あるうちの真ん中の目、この向こう1本を拾います。そして針を通して最初の目にもう一度針を通します。で、この時に最後引っ張り切る前に糸端を輪の中に入れて固定しておきます。1目目が縫い付けられたら、次の鎖編みの目、手前のモチーフは手前1本のループを拾って、奥のモチーフは向こう1本のループを拾って、手前から奥に針を通すように閉じていきます。そしたら次、長編みの頭に入ります。長編みの目ここにありますが、手前のモチーフは手前1本のループを拾って、奥のモチーフは向こう1本のループを拾って、手前から奥に針を刺していきます。次の目も同じように手前1本を拾って、向こう側は向こう1本を拾う。次の目も手前1本を拾って、奥は向こう1本を拾う。手前1本、向こう1本、手前1本、向こう1本。手前のモチーフは手前1本、向こうのモチーフは向こう1本を拾う。ではこれを繰り返して、最後またね、鎖3目編んだうちの真ん中の目でおしまいにしますが、その手前あたりまでこの縫い付け方で閉じていきます。最後の長編みの目、手前1本と反対のモチーフは向こう1本のループ拾う。そしたら鎖1、2、3目あるうちの真ん中の目までは縫い付けたいので、まず鎖1目目も手前1本、もう一方のモチーフは向こう1本、鎖編み1目目、次2目目、ここで最後になります。手前1本と向こう1本を拾って、引き抜き切る前にこの輪っかの中に一度針を通して、このままギュッと結んでおきます。これで1列縫い付けられました。表側から見るとこのようになっています。この縫い付け方で全て縫っていきます。で、モチーフ1枚縫ってさらにもう1枚と続けて縫い付ける時もそのままずっと縫い続けて大丈夫です。1枚目から2枚目に移動する時だけちょっと一緒にやっていきたいと思います。1枚目は今の縫い方で縫っていくので、この辺りまで縫ったらまたこのつなげる部分一緒にやっていきます。モチーフ2枚以上を一緒につなげていく場合です。今ここからスタートして長編み3目目まで縫い付けました。では鎖まず1目目、次が最後ですね。こちらのモチーフの鎖の真ん中の目で、ここで最後になります。今度はこっちに入っていきます。
このまま糸が緩まないようにだけ注意して、また鎖の真ん中の目から始めていきます。手前と奥拾ったらこのままで、つなげるときここピシッとね、しっかりこの2枚のモチーフ、2枚というか4枚なんですが、4枚のモチーフに隙間ができないようにキュッと、そこだけ注意していただけたらと思います。次の目も拾って、この時にですね、ちょっとこのモチーフとモチーフの間をしっかり指で押さえておいて、糸引っ張っていただくとしっかりモチーフ同士がくっついてくれます。そしたらあとは同じです。このまま手前1本と向こう1本と拾って、鎖3目のうちの真ん中の鎖の目まで縫い付けていきます。それでは同じ縫い付け方で全ての辺をつなげていきます。こちら側すべて縫い付けられたら、今度は反対のこちら側を縫っていきます。で、その時も同じようにパタンと中表にしていただいて、鎖3目の真ん中の鎖の目からスタートして、1枚目から2枚目に移動する時は、すでに鎖の真ん中の目に編み入れられているところにもう一度編み入れて、もう一方のモチーフも鎖3目のうちの真ん中の目、すでに編み入れられているところをもう一度拾って、そのままつなげていきます。ではその方法で全て縫い付けていきます。はい、お疲れ様です。全て縫い付けてきました。ではこのまま編み地を半分にします。裏側が自分の方を向くように中表で半分こにしていきます。で、端と端の角が合うように置いていただくと、そして90度回転させるとカバンの形になります。で、ここピロピロしているところ、ここを先ほどと同じように縫っていきます。このように折った状態で、ここからスタートしてこう来てこう来てこうのように縫い付けていきます。糸は3倍取りたいので、ここからスタートして縫い付ける部分に沿わせて糸を1回2回3回、縫い付け部分の3倍の糸が取れました。ではこちらと反対側も同じように縫っていきます。すべてつなぎ終えました。ちょっとね、枚数があるので大変だったと思います。ここまでお疲れ様です。あとは今裏側を向いているので、この糸処理は今やっても最後にやっても大丈夫です。表を向けて、かわいい、こんな感じになっています。では入り口持ち手部分を編んでいきます。ではもう一度7号針に持ち替えます。入り口部分編み始める場所ですが、このモチーフのこの角の長編み3目の右側の長編み3目の隣、この長編み4目の塊の1目目、ここから編み始めていきます。長編み4目の塊の1目目に針を刺したら、まず新しく糸を出して裏で押さえておきます。このまま引き出して、まず鎖編みを1目編みます。今針を入れた同じ目に針を戻して、この編み始めの糸端を針の上に置いておきます。このまま細編みで編んでいきます。下からすくって引き出して2本一気に引き抜く細編みです。もし最初の目がわからなくなりそうな方は、この最初の目にマーカーをしておきます。また次の長編みの頭に針を入れて、糸端針の上に置いて引き出して2本一気に引き抜く。1つの目に1つずつ長編みの頭には細編みを編んでいきます。今細編み4目編めました。そしたら次の長編みの頭にも1、2、3、全部で細編みが7目編めました。そしたらこの角の鎖3目のスペースには細編みを3目編んでいきます。鎖編みのスペースに針を入れたら、糸端もしばらく針の上に置いて1個、もう一度同じスペースに針を入れて2個、もう一度同じスペースに針を入れて3個、細編みが3目編めました。
山になっている部分から持ち手を編み始めたいので、必要な方は今編んだ細編み3目の真ん中の目、ここにマーカーをしておきます。鎖3目のスペースの中に編んだ細編み3目のうち真ん中の目、ここに持ち手をつけたいので、必要な方はマーカーをしておきます。そしたらこちらも1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。次の長編み3目の頭で、この糸端はしばらく編みくるめたら裏側でカットしちゃって大丈夫です。それではこのまま1つの目に1つずつ長編みの頭を拾って細編みを編んでいきます。で、1つに1つずつ編んでいきますが、この谷になっている部分、モチーフが3枚つながっているところで減らし目をしたいので、その手前まで1つに1つずつ編んでいきます。はい、鎖編みの中に細編み3目編み入れてから、その次の目、長編みの頭を拾った細編み20目編んできました。ここのモチーフの長編み3目の目には細編みが3目、1つずつ編み入れている状態です。では次の目から3目一度押して減らし目をしていきます。まずは今編んでいるこのモチーフの長編みの隣の角の鎖編み3目の1目目、この鎖編みの目、ここを拾います。上1本と裏山を拾います。ここから引き出して針に2本糸がかかった状態で次のモチーフに行きます。真ん中のモチーフです。ここは鎖編み3目編んでできたスペースに針を入れて引き出します。針に今3本糸がかかった状態です。そしたら次は左側のモチーフに行きます。こちらのモチーフは鎖編み1、2、3目の長編みに一番近い鎖編み1つ、ここです。を上1本と裏山を拾うように引き出します。針に糸が1、2、3、4本かかった状態で一気に引き抜きます。これで3目一度ができました。3目一度の減らし目をした目、ここにマーカーをしておきます。で、この裏側に出ているモチーフをつなげた時の糸端ですが、できそうな方はここで針の上に置いて糸処理をしながら編んでいっていただいて構いません。そしたら次また角の長編み1、2、3目あるうちの一番最初の長編みの頭を拾って糸端針の上に置いて、また細編みを1つの目に1つずつ長編みの頭を拾うように編んでいきます。はい、減らし目をした次の目から数えて細編み20目編んできました。そしたらお山の方の鎖編み3目のスペースに来たので、ここには先ほどと同じように細編みを3目編み入れていきます。必要な方は細編み3目の真ん中の目にマーカーをしておきます。それではまた隣の長編みの頭、ここから細編みを20目編んでいきます。はい、ここから細編み20目編んできました。ではまたね、谷の部分に来たので、こちらでやったことと同じようにちょっとカバンを編みやすいように動かしていただいて、今角の長編み3目の3目目まで細編みが編み入れられています。このモチーフ1、2、3枚で3目一度押します。減らし目です。角の鎖編み1目目、ここにまずは針を入れます。上1本と裏山を拾うように針を入れたら引き出して、真ん中のモチーフは鎖編み3目のスペースの中に針を入れて、でこのモチーフをつなげた時の糸端は針の上に置いておきます。引き出します。そしたら3枚目のモチーフは角の鎖3目の長編みに一番近い鎖編みに上1本と裏山を拾うように針を入れて、この糸端は針の上に置いておきます。引き出して1、2、3、4本針に糸がかかった状態で一気に引き抜く。で引き抜いたら今できた減らし目の目、ここにマーカーをしておきます。そしたらまたこちらのモチーフに入っていきます。隣の長編みの頭、ここの
目、ここから1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。また細編み20目です。で、今編んだことをこのままぐるっと一周同じように編んでいきます。では繰り返しになるので同じように編んでいきます。編み始めが緑のマーカーで、減らし目をしたのがオレンジのマーカーになります。で、この赤いマーカーはお山のところの持ち手の印になります。今最後減らし目をしているのですが、1、2、3、4回減らし目をしたところです。そしたらまた編み始めのこのモチーフに戻っていきます。角の長編みの1目目、ここの頭に針を入れて細編み、ここから細編みを13目編んでいきます。1つの目に1つずつ細編みです。12、最後13、最後の減らし目の後から細編み13目編んできました。では最初の目に戻ってきたので、1目目の細編みの頭に引き抜き編みです。入り口部分1段できました。それでは2段目です。鎖編み1つで立ち上がって、今引き抜いた最初の目から細編み1つに1つずつ編んで9目編んでいきます。また最初の目分かりづらい方は最初の目にマーカーをしておきます。3、4、5、6、7、8で、このマーカーをしておいた真ん中の細編みですね、スペースに3目編んだ細編みの真ん中の目、ここにも細編み、これで9目になります。そしたらここから持ち手部分を編んでいきます。鎖編み、私は86目編んでいきます。鎖編みは針に糸かけてそのまま引き抜く、これで1目目です。1、2、3と編んでいきます。この鎖編みの目数で持ち手の長さは調節できるので、私は86目ですが、ご自身で調節していただいて構いません。それでは私は鎖編み86目このまま編んでいきます。はい、鎖編み86目編んできました。そしたらこのお山のてっぺんの赤いマーカーをしておいたところ、真ん中の細編み、ここに戻ってきます。このまま鎖編みがねじれないように細編みです。ではこの今編んだ細編みからまた1つの目に1つずつ細編みの頭を拾って21目細編みを編んでいきます。はい、鎖編みの後の細編みから21目編んできました。そしたらまたカバンのまた側面に入っていくので、編みやすいようにカバン移動させて減らし目をしたこのオレンジのマーカーのところに来ました。前の段で減らし目をした目の手前の目とマーカーの目とその隣の目、ここで3目一度をしていきます。ではマーカーの手前の目に針を入れて、まず細編みの途中、次マーカーの目、ここにも針を入れて引き出して、さらにマーカーの隣の目、ここにも針を入れて引き出す。針に1、2、3、4本糸がかかった状態で一気に引き抜きます。これでまた今3目一度をした減らし目の目にマーカーをしておきます。ではまた隣の目、細編みの頭から拾って細編み21目、1つの目に1つずつ編んでいきます。はい、減らし目をした隣の目から今細編み20目編んできて、先ほど編んだ持ち手の反対側の面に来ました。そしたら前の段の赤いマーカーをしておいたこのスペースに編み入れた細編み3目のうちの真ん中の細編み、ここまで編んで細編み21目になります。では先ほどと同じように反対側の持ち手を私は鎖編み86目で編んでいきます。はい、鎖編み86目編んできたら、反対側のお山の赤いマーカーをしておいたところに戻ってきて細編みです。ではまたこの細編みから数えて21目、1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。はい、鎖編みの後の細編みから21目編んできたら、またサイドの減らし目、
オレンジのマーカーをしておいたところに来ました。先ほどと同じようにマーカーの手前の目こことマーカーの目こことマーカーの隣の目ここで3目一度です。針に1234本糸がかかった状態で一気に引き抜きます。今できた減らし目の目ここにマーカーをしておきます。ではまた隣の目ここから編み始めのモチーフに帰ってきたので細編みを12目編んでいきます。1、2、11、12。これで最初の目に戻ってきたのでマーカーをしておいた1目目の細編みの頭に引き抜き編みです。2段目ができました。では3段目です。鎖編み1つで立ち上がって今引き抜いた最初の目ここからまた1つの目に1つずつ細編みです。最初の目マーカーする方は活用してください。細編みが9目編めたらこの持ち手の鎖部分に細編みを1つの目に1つずつ編んでいきます。上1本と裏山を私は拾っていきます。上1本と裏山を拾うように引き出して細編み1つの目に1つずつ鎖編みにね86目私は鎖編みを編んでいるので86目細編みを編んでいきます。後で内側も編んでいくのでもし上1本だけ拾いたいよという方はそれでも構いません。私は上1本と裏山も一緒に拾っていっちゃいます。ではこのまま持ち手部分細編み1つに1つずつ編んでいきます。はい、持ち手部分1つの目に1つずつ細編みを編んできました。最後の鎖編みの目がちょっと分かりづらいですが細編みの手前にこの向こう1本と裏山があるのでここを拾ってここが最後の86目目になります。ここまで編めたらまた本体の方の細編みの目に戻ってきます。このまた細編みの目も裏山を拾ったことでちょっと突っ張っていて分かりづらいのでここ見逃さないように最初の細編みの頭ここからまた1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。本体の細編みに戻った目を1目目として細編み20目になります。はい、本体に戻ってから細編み20目編んできたらまたマーカーの減らし目のところに来たのでマーカーの手前の目とマーカーの目とマーカーの次の目ここで3目一度押していきます。マーカーの手前の目に細編みの途中マーカーの目にも細編みの途中そのままマーカーの次の目ここにも細編みの途中針に1234本糸がかかった状態で一気に引き抜きます。これでまた減らし目をしたこの目ここにマーカーをしておきます。では隣の目からまた一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。細編み20目になります。はい、減らし目の次の目から細編みを20目編んできたら反対側の持ち手部分に来ました。では先ほどの持ち手の部分と同じように鎖編みの上1本と裏山を拾って1つの目に1つずつ86目細編みを編んでいきます。すべての目86目に細編みが編めました。そしたらまた本体の細編みに戻ってきます。ここから細編み20目編んでいきます。本体に戻ってから20目細編み編んでいきました。そしたらまたこちらの減らし目のところに来ます。マーカーの手前の目に細編みの途中マーカーの目にも細編みの途中マーカーの次の目にも細編みの途中をして針に糸が1234本かかった状態で一気に引き抜きます。今編んだ減らし目の目にマーカーをしておいたら
隣の目からまた細編みを編んでいきます。で、最初のモチーフに戻ってきました。細編み11目になります。2、11、11目編んだら最初の目に引き抜きます。3段目ができました。ではこのまま4段目と5段目も今編んだ3段目の編み方と同じ編み方で編んでいきます。減らし目をする関係でこの編み始め編み終わりの細編みの目数などだけ変わるので、そちら表で記載しておきます。編み方は同じになります。1つの目に1つずつ細編みを編んで、持ち手にも1つの目に1つずつ細編みを編む。この減らし目をしているところだけマーカーの手前の目とマーカーの目とその次の目、この3目一度で編んでいくという編み方です。もし減らし目の編み方など確認したい方は概要欄のチャプターから3段目の編み方に飛んでいただいてご確認いただけます。はい、5段目まで編んできました。では最初の目に引き抜きます。引き抜き編みが編めたら次の目、ここから引き抜き編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖編みはしないでこのまま引き抜き編み、今編んだ最初の目をマーカーしておきます。そのまま隣の目、1つの目に1つずつ引き抜き編みを編んでいきます。で、この6段目は特に減らし目などせず、1つの目に1つずつ引き抜き編みです。マーカーの目にも引き抜き編みを編んでいきます。ではぐるっと1周引き抜き編み編んでいきます。はい、すべての目に引き抜き編みを編んできました。で、マーカーをした最初の目がこちらになりますが、この最後の細編みの目には引き抜きは編み入れずに、その手前の目、ここまで引き抜き編みを編んでいきます。最後の手前の目まで引き抜き編みが編めたら、そのまま糸を引っ張って糸処理できる分だけ残してカットです。とじ針に通して、これが最後の細編みの目で、最初の目にはマーカーをしています。最初のマーカーをしておいた引き抜き編みの目、とじ針を入れて、最後に編んだ引き抜き編みの上1本と前の段の細編みの頭に針を通します。チェーンつなぎです。他のところと引き抜き編みの目の大きさをだいたい揃えたら、裏側で糸処理です。糸処理できたら糸カットです。では今度内側を編んでいきます。持ち手の内側、適当なところから始めていきます。鎖編みの向こう側1本と裏山を拾って細編みをこちら外側編んできたので、残った1本に針を入れて新しく糸を用意して引き抜きます。鎖編み1つで立ち上がって同じ目に針を入れて、この糸端は針の上に置いて編みくるんでいきます。このまま1つの目に1つずつ細編みです。次の目も1本を拾って細編み、次も1本を拾って細編み。では1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。で、少し分かりづらいのがモチーフと持ち手のつながっているここの部分、ここが目が分かりづらいと思うので、そこは一緒にやっていこうと思います。ひとまずその手前あたりまで1目に1つずつ細編みを編んで、編みくるんだ糸はだいたい編みくるめたらカットして大丈夫です。はい、1つの目に1つずつ細編み編んできました。この1本の目を拾ってきていますが、その下に8の字みたいになっている目、これを見ていただけると持ち手の最後の目が分かりやすいです。ここと次のこちらも持ち手の部分の目になります。そしたら次はモチーフに入っていきますが、次のこの横棒の線、これはですね、もうモチーフに編み入れてある細編みの目になるので、ここには編み入れません。で、さらにその下はもう編み入れられている細編みなので、その隣の目、ここが次の本体の
細編みになります。この部位の上の細編み、ここを拾って次を編んでいきます。特に減らし目などしていないですが、目がちょっと分かりづらいので、ここ一緒にやっていきました。あとは一目に一つずつ細編みを編んでいって、この減らし目をしたマーカーの目、持ち手部分を編んだ時と同じように3目一度していきます。ではちょっとその3目一度も一緒にやっていくので、ひとまずその手前まで細編みを1つの目に1つずつ編んでいきます。はい、細編み1つの目に1つずつ編んできて、マーカーの手前の目まで編み終わっています。ではマーカーの手前の目、こことマーカーの目とマーカーの次の目、ここで3目一度です。針に4本糸がかかった状態で一気に引き抜きます。次の段で引き抜き編みにしてしまうので、マーカーはここではしなくて大丈夫です。では隣の目から1つの目に1つずつ細編みを編んでいって、またモチーフと持ち手の部分の境目ちょっと分かりづらいので、そこは一緒にやっていこうと思います。その手前まで細編み編んでいきます。3目一度押した後、1つに1つずつ細編み編んできました。ではこのね、細編みの頭、あと1個、ここも細編みの頭。そしたらその次の細編みの頭にはすでにこちらの部位編み入れてあるので、これです。ここには部位が1つ編み入れてあるので、次持ち手部分のこちらの部位の下にある1本の線、ここからスタートです。ちょっと編み地を回して編みやすいようにしていただいて、この部位の逆さまの下にある1本、ここを拾って持ち手部分に入っていきます。次も1本。外側の持ち手を編む時に裏山と向こう1本2本拾って細編みを編んでいるので、持ち手の内側は残りのループ1本を拾って細編みを編んでいます。それでは編み始めのこの手前の目まで内側、持ち手部分の内側編んでいきます。はい、細編み1つの目に1つずつ編んできました。こちらが最後の目になります。最後の目まで編んだら、最初の細編みの頭に引き抜き編みです。で、この引き抜き編みの引き抜いた目はちょっとキュッと引っ張って小さくしておきます。では2段目、このまま立ち上がりの鎖編みはせず、次の目、ここに針を入れて引き抜き編みです。この引き抜き編み1目目になるのでマーカーをしておきます。ではこのまま次の目に針を入れて、1つの目に1つずつ引き抜き編みとぐるっと1周編んでいきます。減らし目をしたところなども特に気にせず、1目に1つずつ引き抜き編みです。はい、ぐるっと引き抜き編み編んできて、最後2目細編みが余っています。最後の目には引き抜きは編まずに、その手前の目、ここで終わりにします。ここが最後の細編みの目になりますが、ここには引き抜き編みはせず、その手前の目で引き抜き編みができたら、糸処理できる分だけ残してカットします。とじ針に通してマーカーをしておいた最初の引き抜き編みの目、ここに針を入れて、最後の引き抜き編みの上1本と前の段の細編みの頭、ここを拾うようにチェーンつなぎします。これで裏側で糸処理です。反対の持ち手も内側を編んで完成になります。はい、お疲れ様でした。柳屋さんのカジュアルコットンで編むちょっとエレガントで綺麗めなお花モチーフのカジュアルバッグが完成です。7玉使ってこちら7玉目 12g 余りました。平置きの状態で横幅約35センチ、縦は一番短いところまでが28センチ、持ち手部分まで合わせると縦約57センチになっています。オールシーズン使えますが、これからの時期に特にぴったりのきれいめカジュアルバッグの完成です。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。